前回のあらすじ、マシンの左上がりを解消したかった。モーターの逆転で生まれた反トルクは左下がりの力となった。高速度域ではパワー不足だった。今回もまたマシンの姿勢制御で JCJC に挑みます。前回の動画視聴前提で説明が進むので先にそちらのご視聴をお勧めします。つまり引き続き反トルクを使います。駆動モーターの制御で起きた問題は解決していないですよね。これはまた別の策があるのでその時に、今回は反トルク用にモーターを追加します。反トルクのみのためにモーター追加しないのがこの試みのミソなのでは。そうです。二重の機能は持たせたいです。なので追加するモーターにはもう一つの役割を与えます。反トルクを発生させたいのはレーンチェンジです。LC 中に効果を発揮する電動パーツがあります。なんかデジャブです。それはファンです。でしょうね。ファンによりマシンを地面に押さえつけることができます。今まではモーターの軸にファンを取り付けていました。そのためファン始動時には反トルクで向きが変わる回転をします。ここでモーターとファンを直角にすることで反トルクをノール方向へと変換します。これでファンの始動時の反トルクでマシンを左下がりにするのですね。さらにファンによる押さえつけで二重の機能ということですか。あれ、でもモーター停止から始動だと反トルク弱くないですか？前回は晴天から逆転させることで反トルクを強めていましたよね。そこが困っています。ファンなので逆転させるとマシンが浮き上がってしまいます。でも反トルク的には晴天からの逆転は必要。どうやらこの解決方法はすでに投稿されていたようです。いきなしどしたし。ファン活用の探求者にアズパカさんがいます。ファンの排気によってウィングを持ち上げてダウンフォースを得る発想をされていました。素敵アイデア。この時にファンが逆転したらどうなるのでしょうか。2年前の私がそれを教えてくれていました。ファンとダクトの効果を検証します。前方に風を送れていません。風の入り口で窒息している状態だと排気は出ません。実際に風の入り口を塞いでみます。ファンを逆転させます。浮き上がらなくなりました。これぞ窒息式キャンセラーです。そしてファンの晴天時はアズパカさんのように蓋を可動式にすることで排気を可能にします。なぜ蓋を片方固定にしているのですか？排気が片方からのみ出ることによりロールするようになりました。つまりファンによっても姿勢制御をさせるということです。反トルクと排気による二重の力を使うのですね。便宜上ファントルクと呼びます。なんて？これが今回の作戦です。それでは制作へレッツゴー。まずはマシンのイメージを描きます。ファントルク用モーターを描きまして、その間にファンを設置します。ファンを囲いで囲みます。次は駆動部です。シャフトを通します。駆動モーターは2つ搭載します。基板とバッテリー置き場を作ります。ファンの上にモーターを設置すると風の邪魔になるし重心高くなるしで嫌だな。それに反トルクを発生させるモーターは重心の真ん中にしなきゃないです。書き直します。ファンの前後にモーターを置くようにします。こうすればモーターの位置を下げられます。よし、これならいいでしょう。モデリングします。モデリングしました。でか。サポート材をつけると印刷サイズニリニリです。印刷しました。各部の干渉を確認します。クラウンギアが干渉します。ベアリングをはめる穴が小さすぎます。修正しました。プロペラシャフトをチョップ。スティックスにします。クラウンギアの干渉は解決しました。モーターからファンへの回転の通りを確認します。こちらも問題ないです。調整しました。最終版シャーシができました。印刷ピッチを 0.1mm にすることで印刷品質を上げています。駆動周りの精度に影響します。次に別体パーツを作ります。ローラーベースを印刷しました。カーボンローラーステーに取り付けてローラー幅とスラスト角を調整します。フロントスキットローラーも付きます。可動蓋を印刷しました。印刷が薄すぎて逸れています。ですが厚くすると重くなります。修正しました。補強を入れることで全体が薄くても反らないようにしました。動きのチェックです。抵抗なく持ち上がります。締まりもスムーズです。可動域のリミッターも効いています。グッドです。固定蓋も印刷しました。スイッチを押すスキットローラーを印刷しました。シリコンチューブを取り付けます。滑り止めになります。スイッチをここに取り付けて、先ほどのスキットローラーを取り付けることで、スキットローラーが回転するときにスイッチが押されるようになりました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。接着剤を出します。2液なので混ぜます。シャーシに接着剤を塗ります。固定蓋を貼り付けます。仮固定します。裏面にも接着剤を盛ります。硬化するまで待ちます。硬化したのでテープを剥がします。駆動モーターを搭載します。ファンモーターを搭載します。フロントもフランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。スペーサーを取り付けます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。グリス塗り塗り。駆動チェック。
スルスルグッドです。プロペラ軸ケレアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。プロペラを取り付けます。印をつけます。印に合わせてシャフトを切断します。バリを落とします。バリバリ、シャフトを差し込みます。プロペラを取り付けます。接着します。ハトメを取り付けます。シャフトにギアを取り付けます。シャフトを差し込みます。ギアを取り付けます。余剰の長さを測ります。キャップを印刷しました。キャップを取り付けます。配線をつまみます。もじょもじょします。結合しました。グリス塗り塗り。ファンチェック。ギリギリグッドです。可動蓋を取り付けます。シャフトを差し込みます。スキットローラースイッチを取り付けます。固定します。フロントローラーステを取り付けます。固定します。フロントローラー台を取り付けます。固定します。基板を搭載します。スイッチを取り付けます。スイッチケーブルを接続します。LED を接続します。マイコンを搭載します。リアローラーを取り付けます。固定します。バッテリーを搭載します。フロントスキットローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。窒息式キャンセラー搭載片翼ファントルクシャーシ。マシン名は甲虫です。ワイド&ローでロングなフォルムはクールです。ファンモーターの水平設置は低重心に寄与します。かっこいいです。これはかっこいいです。重量チェック。106.1g 重いです。姿勢制御の実験装置を印刷しました。マシンをセットします。姿勢制御チェック。まずは停止からの静電です。ファンによる左下がりの力を見ます。これは想像をはるかに超えてすごいことになりました。ハントルクいりますか？ファンの力で十分なので基板を取り外します。ズコ。残念ですがファンを回しっぱなしの方が適しています。ここまで明らかだとさすがに私でも看過できないです。今回の目的は左下がり姿勢制御での LC 攻略ですからね。そこはブレません。ハントルク発生パッツを外しての重量チェック。87.8g 軽くなりました。片翼チェック。本家と同様に浮き上がると蓋が立ち上がってリングとなります。違いは片方が固定なので左を強力に押し下げる動きとなります。これで左上がりを防げるかがミソとなります。それでは走らせます。5。なんかボタボタしています。リアローラーがもげました。姿勢制御実験装置を使った後にローラーステーネジを付け忘れていました。接着で直しました。どうでしょうか？ 5。なんか飛んできました。今度は根元からもげました。ローラー幅が広すぎたようです。加えて車高も低すぎました。不測の事態に備えて拡張穴を開けておいたのでここにローラーステー台を増設しました。車高はシリコンチューブの重ね履きで対応しました。なんとかしました。ローラー幅も前後修正済みです。ローラーは左上がりになるとツルツルローラーしか当たらないセッティングです。ファンによる姿勢制御にかけています。逆に左下がりだとウレタンローラーで引っかかるようになっています。走らせます。完走しました。いい感じです。安定感もありますね。ドーン、スロー。若干の左下がりで壁の飛び移りに入ります。ここで左が上がり始めます。ここまではいつもの動きですね。そしてこの姿勢だとツルツルローラーが当たるのですっぽ抜けるのがいつものパターンです。姿勢をフラットに戻しながらコースにとどまりました。片翼はこの辺りから開き始めています。左上がりになると空気が入って開くのですね。かっこいい。後の LC も同様に安定して通過しています。かなり作戦通りの動きをしていてグッドです。珍しい。これを見ると明らかに左上がりから左下がりに姿勢が制御されているのがわかりますね。片翼特有の動きです。自己ベストの 2.30 キロを目指してバッテリーをフル充電にします。さっきは結構放電していましたからね。充電しました。行くぞ。5。自己新記録です。きたー。さらに速くなります。この速度でも全くコースアウトする気がしないです。スロー。一番速かった2周目を見ます。壁の飛び移りで左側が上がります。空気が底面から入り込み上方へと排気されます。これが左側を強力に押し下げます。フラットな姿勢でコースにとどまります。ハイパーグッドです。さらなる速度を目指してローラーを上下ともツルツルにしました。届け2秒2里。5。ドーン。ダーン。
頑張ってくれました。ということで今回はここまでとします。自己新は 2.14 秒、295日ぶりに 0.16 秒も更新ですよ。嬉しくはありますが完全なる勝利ではありません。ファンを制御してハントルクを発生させる初期案で自己新を出したかったです。ですがその場合は完走できていなかったでしょどうだったでしょうか。う。この走行の前にファンオフで走らせたものがあります。ファンオフニアリーイコール窒息状態のファン逆転ですから初期案の平面走行条件に近いですね。5、この状態では平面でもコースアウトでした。つまり初期案も平面でコースアウトします。今回の良かった点はこの強力な姿勢制御力を見て作戦を変えたことです。ここで実験しておいたのも良かったですね。それとローラーの上下の組み合わせが一発目から決まったのも良かったです。このセッティングでは安定走行をしており、下段をツルツルにした走行ではツルツルに変更したローラーが滑ってコースアウトしました。いつもは何度もコースアウトしてローラーセッティングを詰めるので最初から決まるのは珍しいですね。少しずつですが成長しているようです。まだまだアイデアはあるので引き続き楽しみます。チャンネル登録、いいね、コメントも大きくモチベーションを高めるのでよろしくお願いします。モチベは投稿頻度に直結します。それではまた、のし。